古代エジプトの首都ルクソールへやってきた。素敵なホテルにチェックインをして、今日はこれから古代遺跡へ行く。訪れたのはデンデラ神殿複合体。ここは神殿や遺跡が同じ敷地内に残されており、古代エジプト神殿の中でも屈指の保存状態の良さを誇る。主神殿のハトホル神殿は音楽や豊穣の女神ハトホルを祀る神殿で、屋根や色彩がほぼ完全に残っているそう。外には舞踏と戦闘の神ベス神の像が置いてある。外壁には世界三大美女の一人クレオパトラのレリーフ。現存する肖像が極めて少なく貴重な壁画だとか。息子のカエサリオンと並びファラオとして神に供物を捧げる姿が彫られている。早速中に入って逃がす。入るとすぐに広がる熱中室にハトホル女神の顔が彫り込まれたハトホル柱がずらりと並ぶ。当時の色彩がそのまま残っており、非常に綺麗な色である。長い間砂に埋もれていたことが風化や破壊を防ぐことにつながったそう。奥に進むと迷路のように小さな部屋がたくさんある。色彩が残っている分、今までの遺跡とは印象が少し違う。ここは主に神殿の儀式で使う道具を保管するために使われていたそう。いろいろな部屋の壁画をよくよく見ているとハトホル女神の顔があった。奥に進むとはしごがある部屋がいくつも現れる。そして気になるので毎回覗きに行ってしまう。下ったり潜ったりしないといけないところもあるので、まさに大冒険。基本的に下って行き着く先は地下通路。通路を探索していると有名なレリーフを発見。このレリーフ、よく見ると棒状のものが電球に見えるそうで、古代エジプトでは電球があったという都市伝説がささやかれたそう。個人的にはこの右の人物が大きなアメリカンドッグを食べようとしている場面に見えた。地下通路面白かった。おすすめ。その他にも本当にたくさんの見どころがあるので、時間があっという間に過ぎてしまう。最後は上に登って外へ。風が気持ちよく、景色も素晴らしい。今回のエジプト古代遺跡の中で一番好きな場所である。デンデラから帰る頃にはもう夕方。このまま夜のルクソール神殿を見に行く。チケットを買っていざルクソール神殿へ。ルクソール神殿の前にはスフィンクス参道が続いている。こちらも気になるところだが、まずはルクソール神殿。この神殿は紀元前1400年頃にカルナック神殿の副神殿として建てられ、王の即位式やアメ神の祭りなどが行われたそう。ルクソール神殿はこの大きなオベリスクが特徴の一つで、元は日本のオベリスクがあったが、1830年にフランスへ友好の証として贈られたそう。奥に進むと大地の中にはラムセス2世の中庭が見えてきた。神殿正面にもラムセス2世の巨像が6体あったが、中庭にもたくさんのラムセス2世が。
ラムセス2世は自己顕示欲の強いファラオだったと言われており、このルクソール神殿の主要な部分はアメンホテプ3世と呼ばれるファラオが建造したが、その後ラムセス2世が入り口やここの巨像を増設したそう。そんなラムセス2世の中庭にはツタンカーメンと王妃の石像も見ることができる。アメンホテプ3世が建造した大列柱路を通って奥に進む。花が開いたような美しい中東を持つ開花式パピルス柱がずらりと並ぶ。第二の中庭、アメンホテプ3世の中庭に到着。三頭美しい列柱が囲む中庭で、ここもパピルスをモチーフにした柱が特徴である。さらに奥へ進むと聖宗指導が現れる。古代の重要な宗教儀礼であるオペトの祭りの際、神々を迎えるための重要な空間として使われていたそう。他にもいろいろと探索。食べ物のようなレリーフを発見した。これらは神への捧げ物で、缶やお肉、果物などが描かれているそう。丸々と太らされた生贄の牛のレリーフ。儀式のために着飾った王子が神官たちに惹かれて行進しているシーンもある。神官たちは供物のパンやナイル川の豊かさを象徴するパピルスの花を運んでいる。そして供物の近くには神の姿も。一部だけ黒くなっている部分があるが、新たな命を生み出す力やかつ再生を意味しているそう。供物のリストのようなレリーフも残っていて面白い。ルクソール神殿、見どころがたくさんの素晴らしい神殿でした。帰りもスフィンクス参道へ。この参道はカルナック神殿とつながっているそう。古代エジプトでは年に一度ナイル川がこのみこしを担いで 2.7km あるこの参道を歩いていた。少し似てみたい。ルクソール神殿を堪能した後はナイル川沿いで夕食タイム。いい景色。パンのトッピングがこれでもかというほどきた。エビのクリームスープは馴染みのあるホッとする味。オイルに包まれグリルされたシュリンプもご到着。熱々。シーバス、どれも美味しかった。ごちそうさまでした。おはようございます。今日の午前中はツタンカーメンなどのファラオたちが眠る王家の谷へ行ってきます。王家の谷は入場料を払うと3カ所のお墓を見学できるが、ツタンカーメンなど一部のお墓は別料金。今回は2カ所のお墓を追加して早速探索へ。まずは別料金のお墓、ラムセス5、6世のお墓。ここは王家の谷の中でも一番気になっていたところ。王家の谷の中でも特に天井画や彩色が美しいお墓である。入ってすぐの回廊では洞窟の書や門の書など死後の世界を描いた宗教書が色鮮やかに残っている。そしてこの回廊を進んだ先に大城間が現れる。柱には古代エジプトの神々が描かれ、天井には太陽の再生の旅を描いた昼の書と夜の書が。天空の女神ヌトの体内を太陽が循環している。その他にも色彩が綺麗な面白い壁画がたくさんあります。
先ほどと同じヌトシン、ここでも太陽が循環している。いよいよ最後の部屋、検出へ。奥にはラムセス6世の石棺。この墓は前王のラムセス5世が建設を始めたが、後を継いだ叔父のラムセス6世が拡張し、自身の埋葬地として使用したそう。奥では太陽神の冥界の旅と復活のプロセスを描いた大地の書を見ることができる。他にもヌトシや昼の書、夜の書なども描かれていて、とても綺麗。保存状態が非常に良いのでおすすめです。続いてツタンカーメンのお墓へ。応募としては非常に小さいが、盗掘被害が少なかったため、ツタンカーメンの黄金のマスクや棺など5000点以上の遺物が見つかった場所である。長い階段を降りた先には棺に入ったミイラが眠っていた現実がある。壁には色鮮やかな壁画が残っている。そして階段と現室の間にはツタンカーメンのミイラが残されている。ツタンカーメンが収められていた黄金の棺やマスクはカイロの大エジプト博物館で見ることができます。他にも基本料金で見ることができる3つのお墓も巡ってきました。どこも素晴らしかったが、5つも見るのは少し大変だったので軽く見るといい。王家の谷、面白かったです。王家の谷の後はハトシェプスト城総裁殿へ。王家の谷からタクシーで10分ほど。ハトシェプスト城は古代エジプトでは珍しい女性のファラオ。この総裁殿は断崖を背景に建てられ、3段のテラス構造になっている。古代建築の傑作としても知られているそう。ゆっくりと見て回りたいところだったのだが、王家の谷もここも日差しが本当に強い。泣く泣く撤退した。またいつかリベンジしたよ。体力回復のためにも一旦レストランでランチタイム。午後から見学するカルナック神殿近くのレストランでリーズナブルで美味しいご飯が食べられます。おすすめ。体力の回復したところでいよいよ最後の古代遺跡ルクソールの大目玉カルナック神殿に。模型を見るだけでもかなり広そうな神殿。カルナック神殿は古代エジプト最大の神殿複合体である。約2000年にわたり歴代のファラオが拡張を続けた巨大な宗教的中心地で世界遺産にも登録されている。入り口近くにはルクソール神殿とつながるスフィンクス参道。カルナック神殿側では王子の頭を持つスフィンクスが並んでいる。カルナック神殿の大きな見どころは巨大な石柱が134本も並ぶ大列柱室。柱には神々や王の聖章が彫刻されているさ。柱一本一本がとても美しいです。奥に進むと人がたくさん何かの周りを回っていた。スカラベの像である。聖なる池の近くにあるこのスカラベ像は時計回りに回ると願いが叶うという言い伝えがあるそう。せっかくなので私も回ってみた。ルクソール、とても楽しかった。また行きたい。